皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、ペンステモン F1 アラベスクの種まきから開花までをお届けします。花はこんな感じ。我が家は、レッドという赤色のアラベスクを育てています。花だけ見てると、明るい色使いで、どこかグラジオラスっぽく見えたりもします。まだ、育てて1年が過ぎたくらいなので、詳しく、この花を理解できていないけれど、対処性と耐寒性がある改良品種ということ。花が可愛らしく、開花期間も割と長めということで、ご紹介することにしました。他にも、ピンクや紫といった色があるらしいです。この花は、植木鉢より地植えがおすすめな感じがします。どうして地植えがいいと思ったかとかを、今回は見ていただけたらと思います。それでは、始めますね。2024年3月25日。最高気温15度、最低気温12度の日に種まきをしました。種まきは新聞ポットを使いました。このペンステモン F1 アラベスクは発芽適温が15から20度です。春巻きの場合、種まきが遅れると貧弱な株のまま花がついてしまうらしく、早春に保温して発芽させると良いと種袋に書いていました。しかし、種をまいた時は、その情報を読んでいませんでした。動画を作成している時に、種袋を読んで知りました。この動画を見て、種まきしてみようと思われた方のために、とりあえず、お伝えしておきます。種は国家園さんのオンラインショップで購入しました。国家園さんでは、赤の他に、ピンクの種も売られています。種は10粒入りと少なめなので、丁寧に扱っていきます。土は種まき用の土を使いました。ポットにしっかりめに土を詰めていきます。種はこんな感じです。とても小さいです。ポットの上に一粒ずつ置いていきます。種まき後、私は手で軽く着圧だけしていますが、種袋にはごく薄く覆土すると書いていました。発芽まで底面吸水させるため、豆苗を育てるトレイに入れていきます。ここでひっくり返すと、そこで終了なので気をつけて入れます。水を張った受け皿を用意します。その上に慎重にそーっとポットの入った網トレイを入れます。さっきのポットの傾き具合ならまだセーフです。このように土が壊れていないから大丈夫。ヒヤッとしましたね。とりあえず種まきが無事に終わりました。4月13日。半分くらい発芽しました。2000倍希釈液肥を入れます。水を2リットル用意して、液肥を 1cc 入れます。これで2000倍液肥の出来上がりです。2000倍液肥を受け皿に入れます。底面吸水で育てていきます。4月19日。少しだけ成長しました。このポットに移植していきます。種まき用の土のような無菌な土は雑菌のようなものが生えやすいです。そして新聞ポットも同様に生えやすいです。なので発芽後はなるべく早めにこの新聞ポットごと移植する方がいいです。新聞は割と早く分解しますし、根も新聞を簡単に通過して伸びます。根の様子を見たい気持ちに駆られますが、移植を成功させたいならこのまま植えていく方が良いです。土はリサイクル土を使っています。4月24日。本葉が出てきました。
5月5日、また少し大きくなりました。5月15日、葉っぱが増えました。また移植することにしました。根の様子はこんな感じ。結構しっかり生えていますね。株に比べて根の横の広がりが多い感じがします。根がびっしりと生えているわけではないけれど、地上部の葉の部分より横に大きめに土がいるのかな。また下の方にも根が伸びているし、縄張りが広いタイプなのかな。6月8日、本葉が出だしたら成長が早いですね。根はどうなっているかな。割と生えていますね。やっぱり鉢の際の方に根が伸びています。こっちの株が大きい方の根はどうだろう。びっしり生えていますね。しかもちょっと太い根とかもありますね。また少し大きめのポットに移植しようと思います。6月10日、移植から2日後。6月19日、固形肥料を入れることにしました。我が家の水やりはいつも1000から2000倍の液肥を与えています。以前は週何回とか何日に1回とかの方法で液肥を与えていたのですが、今は水やりのたびに朝は薄い液肥を与えることで落ち着きました。この方法だとだいたいどの花も適応してくれるように思います。固形肥料を入れるのは今後雨が続く予報が出ているからです。実際この後しばらく雨の日が続きました。雨の日が続くときは水が土の中をずっと流れます。こんな時に株を成長させたかったら固形肥料を置くと効果が高いです。日頃水やりの時薄い液肥を与えていると、液肥を与えた方がちょっと生き生きしてくるとか、変わり映えしないとか、そうした植物ごとの変化を見ることができます。そうしてこの植物は液肥が好きなのかなとかわかると、このように雨の時は固形肥料で肥料が途切れないようにしようとか、今は成長が早いから固形肥料を少し入れておこうとか、対策を取ることができます。逆に成長を控えさせたいときは、肥料をあげないでおくこともできます。6月30日、最初の花が咲きました。このアラベスクシリーズは、色咲性の性質があります。また、開花に低温処理の必要がないため、開花までの日数も通常より短くなるのだそう。でも、この状態は、貧弱な株のまま花がついていることになるのかな。初めて育てているから、ここら辺は判断しづらいです。でも、この開花を見たときは、こんなに艶やかで綺麗な花が咲くんだなって嬉しかったです。7月7日、順調に育ってるみたい。根の様子を見ます。前回の移植から1ヶ月後になります。ポットの側面によって根の張り方が違うみたいです。動画を作成しながらよく見てみると、このアラベスクは枝が株元から増えていることに気がつきました。枝の途中から新芽が出たりしていないようです。そして枝の下の方が少し湾曲しているようです。私の推測ですが、このくらいまで成長すると、地上部と地下部の成長が変化するのかなと思いました。このくらいの地上部があれば、今までの地下部であれば、現状の根の横張り部分だけでは足りないように感じます。実際の園芸作業の時は、根がそこまで張っていないかなと感じたくらいでした。とりあえず、この後、鉢をまた、一回り大きくして育てることにしました。
8月15日。見づらいですが、3つの苗があります。真ん中の苗は枯れそうです。よく見てみると、枝はやはり株元から増えて、そして枝はまず横に伸びてから次に上に伸びています。結局、この後、2株枯れ、1株だけ翌年まで残りました。そして、翌年の2025年3月29日。ここに残った1株を地植えしました。株はこんな感じでした。5月8日。地植えしてから1ヶ月ちょっとでだいぶ大きくなりました。こちらは同じペンステモンのハスカーレットです。数年ここで生きています。そろそろ植え替えをしなきゃと思いながらそのまま放置しています。この時期、つぼみができて色もいいし、立ち姿も美しいです。5月17日。せっかく美しかったのに、いよいよこれから咲くという時になると、こんな風にうなだれて、雨の重みで、なお枝がだれてしまいます。我が家のハスカーレットは、ちょっとだらしないみたい。支柱をもっと早くしてあげればよかったです。間抜けな姿になりました。5月22日。ハスカーレットが間抜けな姿で花を咲かせていた頃、アラベスクはこんな感じになっていました。同じペンステモンでもまだ花が咲く様子がない。5月23日。ちらりと赤いつぼみが見えてきました。5月30日。咲くまでもうちょっと。6月2日。やっと咲きました。アラベスクは花がとても可愛らしいですね。6月5日。咲き進んできました。6月6日。枝を持ち上げてみたら、枝の途中から根が出ていました。根の出ている右隣の枝は、もう根が土に張って定着していました。6月7日。枝が横ではなく、真上に伸びるようになったのは、多分、花を咲かせるためなのだろう。アラベスクの枝は、先端は上に伸びながら、枝の途中は、ひらがなのしの字を書くように、下へ伸びていく。下に伸びた枝が、地際まで来ると、そこに根が生え、そこで新たな株を作る。その新たな株は、一つではなく複数作られていく。我が家ではこの時、2つ以上の新しい株を見つけることができました。アラベスクは、このようにして大きく成長する植物なのだと分かりました。新しい株がしっかり根付いているようなら、その部分だけを掘り起こして別の場所で植えれば、株を増やしていくことができそうです。また枝が成長時すぐにしの字になっていくことから、新しい株を作る場所がある方が、順調に苗が成長しやすいみたいです。そういったことから、アラベスクは地植えの方が良さそうという考えになりました。6月8日。花穂がいっぱい上がっているけれど、少しずつしか咲かないみたい。こんなに可愛いから、たくさん咲いてくれたら見応えがあると思うんだけど。あまり、花が咲かないうちに、咲いた花が終わりを告げます。終わった花が、こんな感じ。6月20日。6月22日。少し花が増えました。どうやら、1回目の見頃は、ここがピークみたいです。アラベスクは、ハスカーレットのようには、たくさん咲いてくれないみたい。花穂が上がってから、咲くまでに時間がかかるようです。7月6日。だんだん、見苦しくなってきました。7月8日。ほとんどの花穂が咲き終わりかけているので、取り除くことにしました。でも、アラベスクは、開花期が10月までと長いので、まだ、花を楽しむことができます。葉も青々として美しいので、葉だけでも鑑賞はできそうですよね。その間に、ちらほらと少しずつ咲いてくれる花を楽しもうと思います。ということで、今回はここでおしまいです。今回は、
あまり見かけることのないペンステモンアラベスクについてお届けしました。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。